GitHub のスターが15万ってめっちゃバズっとるやん。オープンソースやのにこの数はおかしいで。そのオープンコード伸びてる真っ最中にアンスロピックからクロードのサブスク接続を規約で禁止されたんだよ。待って、クロードを作ってる会社がクロードを使わせないようにしたってこと？それ致命傷じゃん。普通そこで終わるでしょ。それが止まらなかったの。公開から1年経たずにスター15万、月に650万人以上が使うまで伸びたんだよ。使えなくなったらみんな別のツールに移っちゃうんじゃないの？しかも使えなくなったのって今一番強いって言われてる AI でしょ。そう、普通なら一番の売りを失ってそこで話が終わるはずだったの。なんで締め出されたのに増えるって意味わからないんだけど。私も最初は数字を疑ったの。でも調べるほどこの伸び方には理由があるって分かってきたんだよ。理由は3つあるの。 AI にわざと欠かせない設計、モデルを丸ごと差し替えられる構造、それに型でコードを読む仕組み。欠かせない設計ってなんそれ？コード書かせる道具じゃないの？そこが一番面白いところなの。順番に見ていくね。最後は実測のベンチマークまで出してどれを選べばいいかまで持って帰れるようにするね。やん、どれ選んだらええかずっと迷っててんだ。その前に聞きたい。15万スターってどれくらいすごいの？10年と1年、この差が今の AI 開発ツールの競争の速さそのものなんだよ。 VS コードが10年かけて18万台、オープンコードはまだ1年経ってないの。締め出されたのに伸びた理由、これが今日の本題なんだよ。10年と1年ってそれも別の生き物じゃん。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。そもそもさ、こういうオープンソースってどこかの誰かが趣味で作ってるんじゃないの？そこが最初の勘違いなの。オープンコードを作ってるのはアノマリーイノベーションズ、クラウド開発フレームワークの SST を作ってたチームなんだよ。 SST ってあのインフラを組むやつだよね。畑が違わない？近いの。クラウドの構成をコードで書く道具を作ってたチームだから、開発者が毎日ぶつかる面倒はよく知ってるんだよ。会社なんだ。じゃあ有料版に誘導してくるやつ？それが違うの。本体は MIT ライセンスの完全なオープンソース、商用利用もフォークも社内システムへの組み込みも自由なんだよ。しかも900人以上の開発者が外から機能を足してるの。会社の中だけで作ってるわけじゃないんだよ。全部タダで配って、この会社どうやって飯食うとんねん。おやつ代でけへんやろ。オープンコード前っていう自前のゲートウェイがあるの。 API キーを持ってない人でもモデルを使えるようにする有料の入り口で、そこが収益源なんだよ。なるほど。道具はタダで配って使う場所で稼ぐのか。うちの飼い主も無料って聞くとすぐ飛びつくんだよな。続くかは別として。それでね、 MIT ライセンスだから企業が自社のレビュー基盤に丸ごと組み込むこともできるの。ここが商用ツールとの決定的な差なんだよ。待って、自分の会社の中に置けるんか。それも趣味の道具ちゃうやん。でもそれなら余計にわからないよ。伸びてる会社をなんでアンスロピックは締め出したの？その答えの前にまず中身を見ないといけないの。実はこのツール AI にわざと欠かせない時間を作ってるんだよ。欠かせない時間？コード書かせるための道具なのに？先に聞くね。 AI にコードを直させてたら頼んでない場所まで書き換えられてた経験ない？ある。直してくれ言うたとこ以外まで勝手にいじって動いてたやつまで壊されたわ。それが起きるのは一つの AI が計画も生成も実行も全部やってるからなの。考えてる途中で手も動いちゃう。じゃあどうしたら壊されなくなるの？オープンコードはそこを2人に分けたの。この形、デュアルエージェントって名前がついてるんだよ。2人？どう分けてるの？プランは読むだけの担当なの。コードを調べて方針を立てるけど、ファイルの書き換えは初期設定で無効。コマンド実行も毎回許可を取りに来るんだよ。その方針を人間が読んで納得したらタブキーでビルドに切り替える。ビルドは書き込みもテスト実行もできる担当なの。新人にまず方針だけ紙で出させて OK 出してから作業させるのと同じみたいなもんか。あ、
さっきの壊された話ってこれか。方針を見せてもらう前にモーテが動いてたんだ。見せてもらってから5を出すのか。仕事の進め方と同じだ。そう、自己注意力じゃなくて権限の設計で止めてるの。気をつけますじゃなくて、そもそも触れなくしてるのか。昔 AI 同士に相談させ続ける作りが流行ったんだけど、延々と議論してお金だけ解ける事故が多かったの。それは怖いな。勝手に話し合って請求だけ来るのか。でもいちいち切り替えるの面倒じゃない？そこは正直トレードオフなの。投げたら全部やってくれる手軽さは減るし、長い作業だと AI が前半の話を忘れる問題も出てくる。その忘れる問題を潰してるのがオートコンタクトなの。記憶が9割5分埋まると履歴を切り捨てずに要約して引き継ぐんだよ。でもね、オープンコードの一番の武器はまだ出てきてないの。モデルを丸ごと入れ替えられるっていう話なんだよ。入れ替えってそんな簡単にできるものなの？入れ替えってどの AI を使うか選べるってこと？そう、クロードコードはクロード専用、コーデックス CLI はオープン AI 前提。でもオープンコードは75以上のプロバイダーにつなげるの。しかも設定ファイルを1行変えるだけで切り替わるの。乗り換えのたびに道具ごと入れ替える必要がないんだよ。75って多すぎやろ。そんな覚えられへんわ。覚えなくていいの。5つの系統に束ねられるんだよ。大手のクラウド API、独立系の新興ラボ、自分のパソコンで動かすローカル、企業が使うゲートウェイ、そして手持ちのサブスク流用。最後のサブスク流用って何？もう払ってる GitHub コパイロットやチャット GPT の契約をそのままオープンコードの燃料にできるの。追加のお金なしで使えるんだよ。それ実質ただやん。おやつ代浮くやん。ローカルって自分のパソコンの中で動かすやつだよね。そう、社外にコードを一切出せない現場だとここが決め手になるの。でもさ、自分のパソコンで動かすやつは無理でしょ。遅くて使い物にならないって聞くけど。その言い分、少し前までは正しかったの。でも数字が変わったんだよ。オラマが2026年3月末に Apple の MLX と統合して M4 世代以降の Mac で生成が毎秒112トークン、読み込みは毎秒1810トークンなの。毎秒112て、それもクラウドと変わらへんやん。普通のパソコンでも NVIDIA の3080クラスに軽めのモデルを載せれば毎秒55トークン出てるの。これなら社外にコードを1個も出さずに開発できるんだよ。会社のサーバーでも少し前のモデルなら毎秒82トークンくらいは安定して出るの。道具を呼び出す複雑な作業にも耐えるんだよ。待って、そんな自由につなげるんだったらアンスロピックが嫌がった理由ってまさか。そう、そのまさかなの。次はこの自由さが業界に喧嘩を売った話。締め出した側と迎え入れた側で真っ二つに割れたんだよ。締め出したって具体的に何をされたの？2026年の年明け頃、アンスロピックがクロードプロとマックスのログイン情報を他社製ツールで使うことを規約で禁止したの。それ意地悪ちゃう。人気出てきたから潰しにかかったんやろ。負荷ってそんなに違うものを？そこは公平に見たいの。エージェントは自動でループを回すから、人が手で使う前提の定額プランだとインフラの負荷が桁違いになるんだよ。人が打ち込むのは数分に1回。でもエージェントは読んで直して試してをひたすら繰り返すの。同じ月額で回す量が桁違いなんだよ。じゃあ仕方ないってことを？でもオープンコード側は困るよね。実際公式リポジトリからアンスロピック向けのログインプラグインを外すことになったの。やっぱり致命傷じゃん。燃料を一つ抜かれたんでしょ。あ、さっきの差し替えられる話がここで聞くのか。ところがね、オープンコードにはつなぎ先が75本以上あるの。1本抜かれても残りで走り続けられるんだよ。ここが分かれ目なの。同じ頃、オープン AI と GitHub は逆に扉を開けたんだよ。コーデックスや GitHub コパイロットの契約でオープンコードを動かせるようにしたの。さらにオープン AI のオープンソース支援プログラムに主要メンテナが選ばれてるんだよ。取り込んだ方は自分の客をそのまま連れてこられるのか。無料で配ってる道具を大手が取り合ってるってことを？同じツールなのに一方は締め出して
もう一方は取り込むんだ。それだけオープンコードがもう有志の道具じゃなくて各社の戦略を左右する場所になったってことなの。でもね、自由につなげるだけなら他のツールでもできるの。オープンコードが本当に強いのはつなぐ先じゃなくてコードの読み方なんだよ。囲い込むか味方につけるか、同じ相手への出方がそのまま各社の戦略の差になったの。コードの読み方ってどの AI も同じじゃないのを文字を読むだけでしょ。そこなの。多くのエージェントは文字列を検索して探してるの。本の作品を使わずにページを端から目で追ってる感じ。それ辞書引かんと1ページ目から全部めくって単語探すみたいなもんやん。オープンコードは裏で LSP っていう仕組みを立ち上げるの。エディタが型や定義元を教えてくれるあの機能なんだよ。ちなみに LSP はみんなが使ってるエディタの裏で毎日動いてる仕組みなの。新しく覚えることはないんだよ。文字で探すのと型で探すのでそんなに違うものを。同じ名前の関数が5個あっても型で見れば呼ばれてる本物が1個に絞れるの。文字だけだと5個とも候補のままなんだよ。5個のうちどれかわからないまま直すとどうなるの？ああ、それで直した場所と関係ないところが壊れるのか。そういうこと。文字だけで見てると似た名前を巻き込んじゃうの。しかもね、 AI が書き換えて型エラーが出た瞬間 LSP がすぐ知らせて AI 自身に直させるの。この自動で直る輪が効くんだよ。自分でミスに気づいて直すんか。それめっちゃ楽やん。でも乗り換えるとなると今使ってる道具の設定を作り直しなんじゃない？ MCP って何だって。また新しい略語が出てきたんだけど。そこが軽いの。オープンコードは MCP に準拠してるからクロードコード向けに作った MCP サーバーを設定ファイルに書き足すだけで呼び出せるんだよ。 AI に外の道具を使わせるための共通の差し込み項って思ってくれたらいいの。差し込み項の形が同じだから道具をそのまま差し替えられるんだよ。設定ファイルの置き場所を教えるだけで画像を作る道具も調べ物をする道具もそのままつながるんだよ。設定を作り直さなくていいなら試すハードルはかなり低いね。今の道具を捨てずに舐めて試せるのが大きいの。そこまで強いならもう全部オープンコードでいいんじゃないの？そう思うよね。でも数字を見るとそう単純じゃないの。最後にベンチマークで白黒つけるね。いきなり全部乗り換えなくていいなら気は楽だね。正直に言うとね、この手のスコアは私も並べるだけだと誤解を招くと思ってるの。どういうことを？点数高い方が強いんじゃないの？エージェントの実力は積んでるモデルの賢さとそれを動かす仕組みの効率の掛け算なの。だからモデルを変えると点も変わるんだよ。その上で数字を出すね。ターミナル操作の力を測るターミナルベンチ2.0でクロードコードが 69.4%、 コーデックス CLI が 82.2%、 Google のアンティグラビティ CLI はこの指標ではまだ計測されてないの。あれ、オープンコードの点が出てこないんだけど。出せないの。積むモデルで変わるから固定の点がないんだよ。逆に言えば同じ最上位モデルをつなげば商用トップと同じ土俵に立てるってことなの。じゃあ点数が低いやつは弱いってことじゃないんだ。そうなの。カーソル CLI は画面付きの開発環境と組んだ時が本業で、ターミナル単体の自立性だけで測ると低く出るんだよ。結局どれ選んだらええねん。ここまで来たら決めてほしいわ。3つで決まるの。1つ目、全部お任せで動いてほしいならクロードコードかコーデックス CLI、 設定0で一番強い状態から始められるんだよ。2つ目、コードを社外に1項も出せないならオープンコード1よ。さっきの毎秒112トークンの話がここで聞いてくるの。3つ目、もう払ってるコパイロットやチャット GPT を無駄にしたくないならこれもオープンコード、追加のお金なしでつなぎ直せるんだよ。ここまで来ると選ぶ基準が1つ変わるの。どの AI が賢いかじゃなくて誰がコントロールを持つかなんだよ。コントロールってモデルを選ぶ権利ってことを？それとどこまで AI に任せるかを自分で決める権利なの。両方を握れるかが分かれ目なんだよ。なるほど。強さの話じゃなくてどこを人に握らせるかの話か。最初は
ただのオープンソースが人気なだけの話だと思ってたよ。今日のポイントは3つ。 AI に欠かせない時間を作るデュアルエージェント、75以上のモデルを差し替えられる中立性、そして型でコードを読む LSP なの。締め出されても伸びたのは代わりがいくらでもあったからなんだね。この3つが揃って初めてモデルを選ぶ自由と壊されない安心が両立するの。さっきの3分岐は保存版にしていいと思うの。ツールを乗り換えるたびに毎回ここに戻ってくることになるんだよ。一つ断っておくね。ベンチマークの数字は積むモデルと動かす環境の組み合わせで変わるの。順位そのものを進行しないでほしいんだよ。点数だけ見て決めるなってことか。オープンソースだから機能が足りないっていう見方はもう古いの。選ぶ軸は賢さから主導権をどこに置くかへ移ったんだよ。どの AI を使うかもどこまで任せるかも自分で決められる側にいろってことか。僕はまず今のサブスクをつなぎ直すところから試してみる。お金かからないし。いい入り口だと思うの。お金をかけずに手触りだけ先に確かめられるんだよ。みんなはどれを選ぶ？お任せ重視か、社外に出さないか、今の契約を生かすか、コメントで教えてほしいの。コメントで教えてくれたら次に深掘りするテーマの参考にするよ。実はこのロックインを避ける話、AI 開発ツールの値段の競争ともつながってるんだけど、それはまた別の動画で。値段の付け方が変わるとどのツールが得かも入れ替わるの。そこも面白いんだよ。気になるやつじゃん。そこで終わるの？気になる人はまず設定ファイルを1行だけ書き換えるところからだね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。